量産加工に適する手付け旋盤っていうのはじゃあ一体何なのか。この扉の開閉とテーブルが回る時だけがアイドルタイムなので、オペレーターはワークの脱着を行うだけなので、非常に量産に適した機械ということになりますね。別の作業をやってもいいしという形の時間が生まれますね。この機械は手付けをしやすいデザインだと 2. 何秒か、この間だけがアイドルタイムで、あとはもうずっと切り子を出してくれる 1.5 秒だけがアイドルタイム。通常の世の中にある縦旋盤であれば稼働していない時間っていうのはもうものすごく長くなっちゃうわけですよね。止まる時間が全然ない、非常に量産加工に向いた機械ということになります。皆さんこんにちは、島田マシンツールチャンネルです。今日のテーマは量産加工に適した手付けの NC 旋盤というテーマで進めさせていただきたいと思います。手付け旋盤ってことはロボットだとかガントリーローダーだとかがついていなくて、作業者の方が手でワークをチャックに入れる、完成品を外す NC 旋盤という意味です。大きな会社に行っても比較的小さな会社に行っても手付け旋盤っていうのは非常に多いですし、比較的労務費が安い国に行けば値段の高いロボットやガントリーローダーよりも人を使った方がはるかに安いので、手付けの機械がまだまだ主流と、そういった国もたくさんあります。手付け旋盤っていうのは一番何が問題かっていうと、加工が終わって加工した部品を検査は後回しにしてすぐに新しい材料をチャックにつけて、やったとしても扉開閉、完成品外す、素材を入れる、これで30秒40秒あるいは1分切り子が出ていない、機械が止まってるっていうのは非常によくある一般的な光景です。それに対して量産加工に適する手付け旋盤っていうのはじゃあ一体何なのかっていうのが私の後ろにあるこの機械のことなんですよね。この機械の構成を今ご説明しますと、機種がですね 2SI-6 という機種で、2っていうのはスピンドル、チャックの数を指します。6っていうのは6インチジャックが作っているんですね。このようにご覧いただいても、この扉が今開いてますけど、実は閉まって扉の中では実際加工している。扉の外で手付けの完成品を取り外すとかワーク材料を入れるってことをやります。実際にはですね、ここにあるフットスイッチ踏むと手前側のチャックが開きます。完成品を外す、新しい材料を入れる、でまたここでフットスイッチをつかむっていうことでチャッキング作業が完了します。では実際に機械を動かしていきます。スタートボタンを押して扉が閉まって、実際に加工室ではワークの加工が始まっています。この時に作業者の方は手前側のチャックをフットスイッチで開けて完成品を取り外し、次に新しい材料をチャックしてフットスイッチを閉じて、ここでローディング作業が完了したので完了ボタンを押すんですね。ここのボタンが今押すと光って点灯します。次、今チャッキングしたワークはこの後のプロセスで加工室に行って実際加工も始めてってくれますので、作業者の方はここで一回席を外して別の機械のローディング作業に移ってもいいし、別の作業をやってもいいしという形の時間が生まれますね。扉が実際に開いてテーブルが回って扉が閉まる 2. 何秒か、この間だけがアイドルタイムで、あとはもうずっと切り子を出してくれるという無駄がない量産加工に適した手付け旋盤ということですね。次のプロセスに今移行してくれました。この間にまた作業者の方は完成品を外して新しい材料を投入してローディング完了ボタンを押すんですが、危険な時っていうのはこのテーブルが回る時に作業者が巻き込まれないことなんですね。その時のために今からちょっと実践してみようと思うんですが、テーブルが回る時にこのエリアセンサーのところにちょっと手を入れるっていうことをやるとですね、このエリアセンサーが今緑色でついてますけど、手を入れるとこの赤く光りますよね。このように手を入れた瞬間に今このテーブルの回転が止まってその場停止したわけですね。これによって作業者の安全が確保されるという機械です。今ここでちょっと途中停止してしまったので作業に復帰しなければいけませんので、じゃあこの時にまだどうするかということなんですが、エリアセンサーの外側に作業者逃げましたから、もう一度このボタンを押すだけで機械が加工をまた再開してくれます。これでまた途中から復帰されてまた加工が始まったんですね。このように機械が途中で停止してしまった時に NC スライドを原点に戻しとか、テーブルをまた原点に戻したりだとか、いろんなその原点に戻す作業があって、それによって復帰だったら復帰のプロセスが面倒ですし複雑なので、作業者がその復帰の仕方がわからないなんてこともありますので、非常にシンプルにこのボタンを押すだけで復帰に戻ってくれるという、そういった機械になってます。
この機械が6インチチャックのための機械なんですけど、実はその隣にですね8インチチャックがつく 2SI の8というモデルも今ここにありまして、8ですので先ほどよりも一回り大きい8インチチャックが今ここについております。使い方としては今説明した 2SI6 と全く同じような形でお使いいただけます。今日はですね今説明した2スピンドルの手付け機、3スピンドルの手付け機、4スピンドルの手付け機、4スピンドルの縦旋盤の手付け機という形でこの動画の中で一気に説明していこうと思います。コンセプトは全て同じで、扉の外側でローディング作業をやっている、その間に扉の内側は加工していてくれる。この扉の開閉とテーブルが回る時だけがアイドルタイムなので、作業者の方っていうのはゆっくりチャッキング作業をやっていてもそれが加工時間内であれば生産性には全く影響を及ぼさないですし、非常に落ち着いた仕事ができる。でも加工数とか生産数は全く落ちない。何よりも非常にこの機械は手付けをしやすいデザインだと思うんですね。ここにフットスイッチがあって、まさにこのオフィスぐらいの位置でチャッキングができますし、機械の中のチャックの方に腰をかがめて手を入れるとかっていうことも必要ないので、非常に使いやすい機械になっていると思います。次に3スピンドルの手付け機に関しての説明をしていきたいと思います。この機械は今見えているこの上側にあるチャックでワークの脱着をやる。120度テーブルが回って、ここに今チャックが1つあってですね、ここで加工の半分を担い、この右側の方のスピンドルに移動して後半の加工を行い、上のチャックに戻ってきた時に全て完了すると。ローディング作業、左側でのタレットの加工、右側のタレットでの加工、全て同時に行っています。実際にじゃあワークの脱着を作業者の方が行うとしたらどういう風な感じになるのかなっていうのをちょっとお見せしていきますね。ここにもフットスイッチがありますので、これを使って作業者はフットスイッチを開いて完成品を外す。この材料をこうやってでフットスイッチもう一回押します。で着が完了しました。この時に下側のですね加工室の方では加工をやってます。全て完了したのでローディングフィニッシュっていうこのボタンを押すとテーブルが回転して次のプロセスに移行するという形です。この加工でいうとサイクルタイムって3分ぐらいなんですけど、3分間及び次のプロセスのですねまた何分間かは作業者っていうのは別の場所に行って何か別の作業をやっていることができる。その間機械はずっと切り子を出して動いてくれますので、こういった3スピンドルの手付け NC 旋盤という形になります。次にフェイスピンドルの NC 旋盤の手付け機に関する運用方法について説明していきます。この機械は刃物台だとか主軸単体のサイズなんかは4スピンドルと一緒ですので、この機械はチャックの数、スピンドルの数だけ3スピンドル、4スピンドルの違いですがありますが、その他は一緒ですので、唯一の違いであるチャッキングステーションの方に3スピンドルがさっき真ん中に1つでしたが、4スピンドルの場合は2つチャックがありますので、作業者の方はフットスイッチを押して左側のチャックのワークの脱着をやってあげる。でそれが終われば今度右側のチャックのワークの脱着をこのように行うという、これだけの違いです。今の作業をやってる時に下の加工ステーションでは本来は加工をしていてくれるという形ですね。3スピンドルっていうのはテーブルが回る 1.2 秒だけがアイドルタイム。この4スピンドルの場合は 1.5 秒だけがアイドルタイム。テーブルが回る時だけは作業者はちょっと何もできないですが、それ以外の時間っていうのは常にも刃物台が動いて機械加工をしていてくれる。でその時間内にオペレーターはワークの脱着を行うだけなので、非常に量産に適した機械ということになりますね。最後4機種目の手付け機に関する説明になるんですが、縦旋盤で主軸がやはり4つある。チャックが下側に4つあるんですね。この扉の内側の2つのステーションでは加工を行っていて、外側のステーションで完成品を外して素材を入れるという作業を行うような機械になります。当社の VT4350 という機種で、 VT っていうのは英語のですねバーティカルっていうのが縦旋盤の縦って意味なので、そこから取ってですねこの機械をやってるんですけど、ご覧のようにローディングステーションを覆っている今カバーを開いて、普段はここの扉がですねこうやって閉まっ
ていて、閉まってる時に実際の加工がこの高では行われてるんですが、露出する2つのスピンドルに今は12インチのチャックがついてる、この機種の場合15インチまでチャックつけれるんですけど、チャック天井を向いてついてるので、作業者の方は手で持てる重量のワークであればここで完成品を外して材料を入れて、今度右側のチャックに対しても同じような作業をもう一回行ってローディング作業が完了したよということになれば、外側を覆ってる安全カバーをちゃんとロックして加工をスタートする、そんなような機械になります。縦旋盤っていうのは基本的にはワークサイズってねすごく大きいし、重量的にも重たいものが多いので、人の手で簡単に下げれるものならいいんですが、クレーンを使わないとワークをリフトできないっていうのはそういうこともすごく多いです。クレーンを持ってきて完成品に紐をかけて吊り上げて外す、でまた材料を入れる、これだけでももう何十秒じゃなくて何分の作業ですね。ましてやそれが2つのチャック分あるわけですから、通常の世の中にある縦旋盤であれば稼働していない時間っていうのはもうものすごく長くなっちゃうわけですよね。5分や10分は当たり前に機械が止まっていると。でもこのように2つのチャックが加工室から露出している機械っていうのは止まる時間が全然ない。加工が終わってローディングも終わって、このテーブルが180度ぐるんと回るのに要する時間っていうのはおよそ6秒なんですけど、6秒間だけ生産止まる。あとずーっと切り子が出ているということで、手付け機をするにしても自動化するにしても非常に量産加工に向いた機械ということになります。いかがでしたでしょうか。今日見ていただいた4つの機種っていうのは全て加工室と脱着室が分かれている機械です。加工している間に扉の外側ではローディング作業を同時に行ってしまう。作業者にとってはテーブルが回る時だけが危険な時間帯なので、その時は安全カバーやエリアセンサーカバーで作業者をしっかり保護してあげる。稼働が止まる時間というのはこのテーブルが回る 1.2 秒とか 1.5 秒とか、縦旋盤の場合は6秒と申し上げましたが、その時だけです。そういった点において非常に量産加工に適したでも手付け旋盤という機械ですね。自動化を行うということも非常に大きなメリットにはなるんですが、機械は複雑化します。何かトラブルが起きた時にどのように復帰するかとか、部品交換までに時間を要するとか、様々な難解さというのも出てきます。そういった点において費用も抑えられるシンプルな構造の手付け機を使いつつも生産性を犠牲にしないといった選択もあるのではないでしょうか。本日の動画が役に立ったとか面白いといったご感想がありましたら、私たちにとって非常に励みになりますので、ぜひ送ってください。本日はどうもありがとうございました。